色でめちゃくちゃ美味しそうですね。よく煮付けで子供の頃食べてました。この辺にね、なんか黒い塊があるんですよね。それがコリコリしてめちゃくちゃ美味しいです。ではちょっと同じとこばっかりも飽きるんで、掘ってるところのこっち側をやってみましょう。ただせっかくゲタがいるとこ離れるのはもったいないです。これは冬だとすごい重宝されますけど、夏はとにかく足が速いんで鮮度がすごい落ちます。なので寄島では雪腐れと呼ばれてるぐらいですね。冬は刺身にして食べてみてください。見た目に負けないぐらい美味しいです。ちょっとこんな大きいゲタがいる漁場をかわすのはちょっと本当に惜しい気が。いつも漕ぎながら帰ってるとこです。運が良かったらヒラメがいたりもします。ガサはかなり少なんで、やっぱりハモこっち側にいましたね。真水を嫌ってるのかもしれません。これはいたんじゃないの？いましたね、やっぱり。ただ下に落ちる寸前。言った通りいましたけど、これ落ちますね。これどうしようか。このまま、ちょっとこれダメ。ちょっと待って。下まで送って下から取りましょうか。下まで送れるかな。なんとか下まで送って取りました。いつもね、漕ぎながら帰ったらいるんですよね。前々回の動画でしたっけ、4枚入ってたのもここです。あの時はチヌとか全然いませんでしたが、今日はチヌも多い。こっちも開けてないよ、まだ。開けます。よいしょ。逃げ弱いんで先持って行ってきます。よいしょ。これ最後に入ったんでしょうね、飲み込まずに。もう2、3枚落ちてこんでしょうか。めっちゃこっちの方がいいじゃないですか。これはダメです。これもダメですけど、本が拾えるんで。人はいませんでしたけど、カモもやっぱりこっちにいるようですね。あら、やめてください。いやー、これは本当に綺麗で、めちゃくちゃ綺麗。サムネにしようかな。これは良かったですね。いい感じなんで、ちょっともう一回やってみましょうか。鈴木も潮がいい時に入るかもしれません。潮の流れがきつい時間帯が終わったし、風もだいぶ緩くなったんで、やっと風が効くようになりました。なんか分かりませんけど、やったら重かった。そういうとこではないんですけどね、ここ小川、そんなガサがきついとこじゃないんですけど、貝殻ちょっと持ってるところかけちゃったっぽいですね。持ってるとこかけたな。これ持ってるとこかけちゃうともう何もいない。ここはもう寄島近いんでね、海っぽいしときましょう。ここまでちょっと失敗しました。
さあカニ見えますね。なんとやっぱダメジの方が好きなんですよね、カニは。やったと思ったけど傷。まあでも食べるとこじゃないんで値段には関係ないと思うんですけど。2つ目、ちょっとさっきのよりは痩せ気味ですね。でも全然ないです。これはチヌではありません。キビレジヌ。なんかタイ科じゃないんですよね、これ。違う種類ですよね。それにしてもそっくりですが。石金まで行った。ほんとこちら側にかわしてよかった。あちら側やっててもおそらく落ちるだけでしょうね。なんと出してないメスのカニまで。これは素晴らしい。また重かったですね。かけてないんじゃけどな。やっぱちょっと塩とろんでる時なんで手長が見えてます。おお、ギリか。ギリ40あるでしょ。本当に貴重だったんですけど、この感じだと出てくるのがただ単に遅かっただけみたいな感じですね。今頃寄島に到着したようです。一応3連チャン40余裕でありますね。あ、でもギリか、余裕ではないな、ギリギリ。ハモも見え出しましたね、大きいのが。このサイズがいてくれないとダメですね。これじゃあダメです。調子いいんでしばらくやってまたいなくなったら移動しましょう。カニまで出てきました。出してない。茶色じゃなくなってます。少し丘側に入れました。ノリのセットを張ってたところです。
った途端に海藻がすごい。今度はもっこりしてませんが海藻がすごい。魚入る。おお、ヒラメ4連チャン。よいしょ。おいか。潮の返しなんで魚の針がめちゃくちゃいいですね。ただやっぱ海藻がすごい。ハリイカです。最近見始めました。美味しいですよねこれ本当に。ベイカかこれか二大巨頭だと思ってます。もうタンクに入れても生きるかもしれません。ただやっぱり勝手に沖に流されますね。ヒラメ5連チャン狙ってみましょう。ちゃんには入らないですよね。残念ながら5連チャンはなりませんでした。とにかく上りになって海藻がほんとすごいですね。この網があんまり良くなかったのでちょっと沖に移動してみましょう。この下の石の周り行っています。分かってることなんですけど、あら破れてる。知らせか。そう自体はガサきついですね。海藻、貝殻。多いですね。初めてリベがたくさん見えた日です。今日が今まで本当になかったんで、ここに来たガラいるんですよね。最後ガラ拾って帰りましょうか。チヌが減ったみたいなんで、あとモンゴウがいたらラッキーですね。これで貝殻を嫌ってそう青きれい。いましたけどモンゴウじゃないですね。さっきからね酔ってるところを撮影してませんけど、ち
ょこちょこ出てきてるんですよね、この傘の下から。もう手長も後半は生きてくれてます。胴張ってますけど、お魚かな。チヌまみれ。そしてなんかもうチヌタンク入れるとこないですね。クルバイもいました。なんともうチヌ入れるとこないんで、ほんと早帰りせんといけませんね。チヌ減ったんかと思ったらまた一気に見え出しました。よいしょ。今日は早帰りになると思います。降りすぎてこれも何層にもなっとるけん、表面だけじゃなくて今日多分一番多い推定200キロ弱です。これやっぱ多い人は400キロとか取ってくるんで、200キロ弱はそんなに多い方ではありません。うわ、なんか入っとるヒラメが生きとるかな。これ綱足食べとるな。こんなでっかいの食べるんだな。川から水がめちゃくちゃ出て、抹茶色でした。いや、高橋川の力はすごいですね。おかげでこんな感じです。なんと頑張って長らく生かしました。おお、なんとか生きてってくれた。左潮の間抹茶色やったけど、上りになったら綺麗な、なんとかできました。よかったよかった。今日はちょっと寒かったね。大丈夫でしたか。5月でこんな量ができるなんて、本当寒さなんか忘れますね。多分過去5月の中で過去一です。はい。とりあえず組合のことこが来てくれたんで、はい。チヌだけ先あげましょう。はい。チヌ上がりました。今売って終わりましたが、やわらエビがいたんです。ほんまや美味しそうな。晩ご飯にしましょう。はい。でイカも、はい。耳イカももう全部ご飯に取りました。はい。ちょっと忙しすぎて洗えてないんで、はい。洗ってはい。晩ご飯にしてください。はい、わかりました。今日の晩ご飯はこれです。はい。お酒をよくいただきます。今日はですね、高橋川のすごさを改めて実感いたしました。川から水が出たからたくさん行ったのか、それとも大潮だからたくさん行ったのか、おそらくそのどっちも重なってだと思うんですけど、高橋川ってほんとすごいですね。5月で多分これだけの魚を取ったのは多分初めて、過去最高だったと思います。これでね、あとモンゴウイカがいてくれればもっとよかったんですが、サラダ美味しいです。やわらエビそのまま食べれるから簡単でいいですね。ほんと流通はしないでしょうけど、今日晩はお休みですけど、また明日晩から
頑張ってできればモンゴウイカを撮影できるようにモンゴウイカがいそうなところに行ってみたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。高橋川って本当にすごい。